どうも皆さんこんにちは、原カンタです。今、アフリカの一部地域でフランス離れが続いています。現地の人たちがフランスの国旗を燃やしている映像をニュースで見たことはありませんか？かつて人権大国と呼ばれ、世界中の人々から憧れの対象だったフランス。しかし今、そのフランスがアフリカの一部地域で強烈な拒絶を受け、軍や大使が次々と退去を求められています。なぜこれほどまでにフランスは憎まれているのか？その背景には、独立から60年以上経った今もなお、通貨を通じて旧宗主国のフランスが経済的な枠組みに関与し続けるあるシステムへの根強い批判が存在します。そう、セーファーフランです。この言葉を皆さん覚えているでしょうか？セーファーフランについては後ほど詳しく解説しますが、実はこのテーマ、私のチャンネルで3年前にも一度取り上げています。その時は前半の動画が100万回以上再生されるなど非常に大きな反響をいただきました。しかし一方で、当時は2部構成にしてしまった結果、本当に伝えたかった問題の核心である後半の動画は30万回程度しか再生されませんでした。つまり多くの人がこの問題の全貌を知らないまま終わってしまっていたんです。これではセーファーフランという問題の本質が伝わらない。さらにあれから3年近くが経ち、クーデターの連鎖やフランスの撤退など、セーファーフランを取り巻く情勢は激変しています。そこで今回、過去の原稿をベースにしつつ最新の情報を加筆修正し、一本の完全版としてリメイクしました。私自身も当時の内容を復習するつもりでゼロから作り直しました。以前の動画を見たという方も忘れてしまっている部分が多いと思います。ぜひもう一度私と一緒に知識をアップデートしましょう。まずは今回のテーマであるセーファーフランとは一体何なのか説明していきます。セーファーフランとは西アフリカと中央アフリカの国々で使われている共通通貨です。これらの国々のほとんどはかつてフランスによる植民地支配を受けていました。共通通貨とは、ある地域内における取引に共通して使用できる通貨を指し、例えばヨーロッパの EU で使われているユーロなどが挙げられます。そもそもの歴史をたどると、アフリカのほとんどの地域は19世紀から20世紀中盤までヨーロッパの国々による植民地支配を受けていました。こちらの地図は1913年時点でのヨーロッパの国々によるアフリカの植民地分割状態を表したものです。アフリカ大陸の面積は日本の約80倍もあります。その広大なアフリカ大陸をイギリスやフランス、ベルギーなどヨーロッパのわずか7カ国が分割支配していました。中でも大きな影響力を持っていたのがイギリスとフランスの2カ国です。この地図の青く塗られた部分がフランスによって植民地支配されていました。話をセーファーフランに戻すと、先ほども説明したように、かつてフランスが植民地支配していた西アフリカや中央アフリカの国々で使われている共通通貨がセーファーフランです。厳密には西アフリカ諸国中央銀行が発行するセーファーフランと中部アフリカ諸国銀行が発行するセーファーフランの2種類があり、それぞれが数カ国ずつで使われているのですが、一方のセーファーフランをもう一方のセーファーフランが流通している地域で使うことはできません。セーファーフランの最大の特徴は、フランスとの通貨協力協定に基づきユーロと固定された交換レートを持ち、フランスの財務省がその交換性を保証している点です。この体制は1945年に導入されました。その後1948年の改定や1994年の大幅な切り下げなどを経て、1999年にフランスがユーロを導入して以降は1ユーロ 655.957 セーファーフランという固定相場で運用されています。この固定相場とフランスによる保証、一見すると安定しているように見えますが、実はここには根深い批判が存在します。セーファーフランは何が問題なのか、大きく3つの論点を見ていきましょう。セーファーフランの一つ目の論点は、ユーロとの固定レートによる輸出競争力の低下です。現在1ユーロ 655.957 セーファーフランで固定されていますが、批判的な専門家からは、このレートはアフリカの国々の経済実態に対して通貨の価値が高すぎると指摘されることがあります。一般的に経済力が弱い国の通貨は価値が低くなります。通貨が安ければその国で作った製品を海外に安く売れるため、輸出には有利になります。日本でも円安になれば輸出企業が儲かるという話をニュースで聞きますよね。あれと同じ理屈です。本来であれば通貨安を生かして輸出を増やし経済成長するというルートが考えられます。しかしセーファーフランはユーロという非常に強い通貨と紐づいています。そのため
実力以上に通貨が割高になりやすく、アフリカで作った製品が高くなってしまう。結果として輸出競争力が育たず、国内の産業が発展しにくい構造にあるという批判があります。逆に言えば、これは輸入には有利という側面もあります。通貨が強い分、海外からの製品を安く買えるわけですが、固定相場によってユーロ圏からの製品が入りやすくなるため、結果としてフランスなど欧州製品の市場であり続けてしまうのではないかという指摘も根強く残っています。かつてヨーロッパの国々は新たな市場を求めてアフリカを植民地支配していた歴史があります。形は変われど構造は変わっていないのではないか。こういった背景こそがセーファーフランが一部の専門家から新植民地主義であると批判されるゆえんです。2つ目の論点は通貨政策の自由度が低いことです。セーファーフランが使われている地域では各国が単独で金融政策を決めるのではなく、地域の中央銀行が決定を行います。さらにフランスとの協定により通貨の安定を維持するための様々なルールが存在します。例えば国の景気が悪い時に自国の判断でお金を吸って景気を良くするといった柔軟な対応が難しくなります。特に西アフリカでは2019年に改革が合意され、フランス政府の代表が中央銀行の統治機関から外れるなど、フランスの直接的な関与を減らす動きも進みました。しかし依然としてユーロへの固定相場という枠組みは維持されており、実質的な主権はまだ回復されていないと考える現地の人々も少なくありません。3つ目の論点は外貨準備の預け入れ義務です。これは長年最も強く批判されてきたポイントです。かつての協定ではセーファーフラン圏の中央銀行は稼いだ外貨準備高のうち実に 50% もの額をフランスの国庫に預けなければならないというルールがありました。自分たちの国のお金をなぜ旧宗主国の財布に入れて管理されなければならないのか。これは主権の侵害であり、経済的な自立を阻害するものだとして激しい怒りの対象となってきました。もちろんこれはフランスが通貨の価値を保証するための担保という側面もあり、フランス側が一方的に没収しているわけではありません。また西アフリカ側では近年の改革によってこの預け入れ義務が撤廃されるなど制度は変わりつつあります。しかし長年このシステムによってフランスに富を握られてきたという感覚はアフリカの人々の間にフランスに対する深い不信感として刻まれているんです。もちろんセーファーフランにはメリットもあります。それは通貨の安定性です。アフリカには政治的な混乱により通貨が暴落し、ハイパーインフレに苦しんだ国も存在します。有名なジンバブエの例ではパン一つ買うのに札束が必要になるほどのインフレが起きました。しかしセーファーフラン圏ではフランスとの固定相場のおかげで物価の変動が比較的抑えられ、通貨の信用が保たれてきたという側面は国際機関なども評価しています。つまりセーファーフランを使うことで主権を制限してでも安定を取るか、独自通貨を使うことで不安定になるリスクを負ってでも完全な主権を取るかという非常に厳しい選択が突きつけられているんです。そもそもなぜこのような仕組みが70年以上も存続してきたのか、ここからは歴史の話をしていきましょう。今から66年前の1960年はアフリカの都市と呼ばれます。この年だけで17カ国が独立し、そのうち14カ国が旧フランス領でした。しかしフランスにとって植民地を手放すことは資源や市場といった巨大な権益を失うことを意味します。そこで当時のフランス政府やドゴール大統領が進めたのが、形式的には独立を認めつつ通貨や軍事協定、政治的アドバイザーを通じて影響力を残すという政策でした。これがいわゆるフランサフリック、フランスとアフリカの癒着と呼ばれる関係です。この関係を維持するためにフランスは長年アフリカ諸国に経済的、軍事的な支援を行ってきました。逆に言えばアフリカの指導者たちにとってもフランスの支援を受けることで政権を安定させることができるというメリットがありました。しかしこの関係に異を唱え真の独立を掲げたリーダーたちもいました。彼らの多くが志半ばで倒されていったという血塗られた歴史があります。例えばマリ共和国の初代大統領モディボ・ケイタは独自通貨の導入を試みましたが、その後クーデターで失脚し獄中で亡くなりました。またリビアのカダフィ大佐もアフリカ独自の通貨構想を持っていた一人です。彼もまた最終的には欧米諸国の軍事介入も含む内戦の中で命を落としました。
これについて彼らが排除されたのは独自通貨を作ろうとしたからだと主張する活動家やメディアも存在します。もちろん政治的な暗殺や政変の裏側について確固たる証拠が出ることはありませんし、フランス政府も関与を否定しています。しかし重要なのは、アフリカの人々の間では宗主国に逆らったリーダーは排除されるという認識が広く共有されているという事実です。これが現在の反フランス感情の根底にあることは無視できません。これまではフランスがアフリカに対して強い影響力を持っていました。しかし皆さん、ここ数年、特にアフリカのサヘル地域で歴史的な大転換が起きていることをご存知でしょうか？そう、明確なフランス離れの動きです。念のため説明しておくと、サヘル地域とはアフリカのサハラ砂漠南縁に広がる東西に長い帯状の半乾燥地域にある国々を指します。ここからが前回の動画以降に起きた最新のアップデートになります。その前にお知らせを挟ませてください。私、原カンタは世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。全国各地で社会問題に向き合うために必要な姿勢についての講演会を行っています。国際協力や社会貢献をテーマに、原カンタの講演会にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。これまでフランスはアフリカの国々に対して経済的、軍事的な支援を行ってきました。しかし近年、経済においては中国が、軍事においてはロシアがこの地域での影響力を広げています。特に西アフリカのサヘル地域ではフランスの影響力が急速に失われつつあります。象徴的なのがマリ、ブルキナファソ、ニジェールという3カ国です。これらの国々では軍事政権が樹立されましたが、彼らは親フランス路線を批判し、2023年には3カ国でサヘル諸国同盟を結成しました。さらに2025年1月29日、この3カ国が西アフリカ諸国経済共同体エコワスから正式に脱退しました。実は西アフリカではエコという新しい共通通貨を導入する計画がありました。これについては過去の動画でも触れたかと思います。しかしこの導入はたびたび延期されており、直近でも2027年の導入が目標とされています。マリ、ブルキナファソ、ニジェールの3カ国がエコワスを脱退したということは、このエコの枠組みからも離脱することを意味します。ニジェールの指導部などは通貨は主権の問題だと発言しており、セーファーフランを廃止するだけでなく、エコワスの通貨エコにも頼らない形で自分たち独自の新しい通貨を作る可能性を示唆しています。フランス軍を撤退させ、不平等な軍事協定を見直し、そして最後には通貨という経済の根幹においても完全な主権を取り戻そうとしている。長年続いた支配の構造が今まさに音を立てて揺らぎ始めているのです。外国の軍隊が国内に駐留し、安全保障や経済の枠組みを大国に依存する。安定と引き換えに主権の一部を委ねるこの構造からの脱却を目指す彼らの姿は、私たち日本人にとっても決して対岸の火事ではないはずです。もちろんフランスを追い出した後にロシアや中国に接近することが果たして真の独立と言えるのか、それとも新たな依存の始まりなのかは慎重に見る必要があります。しかし確かなことは、アフリカの人々はもう黙ってはいないということです。西欧諸国のダブルスタンダード、つまり自分たちのことは棚上げして他の国の批判はするという姿勢に対し、彼らは敏感に反応し、民衆レベルにおいても行動を起こしています。アフリカの視点から今の国際情勢を捉えてみると、あなたの世界観は180度変わるかもしれません。そしてそれは私たち自身の国の在り方をもう一度問い直すきっかけになるはずです。今回はセーファーフランを切り口に世界情勢の変化について考えてみました。現在原カンタのチャンネルではミャンマー国境の瞑想と取材シリーズを公開していますが、どうしても現場の映像は編集に時間がかかるため、次の動画まで少し時間をいただくかもしれません。ただその間も皆さんには有益な情報をお届けしたいので、今回のように過去の動画を最新情報でアップデートするというリメイクの企画も取材動画と並行して進めていこうと思います。このテーマをもう一度最新版で解説してほしい、あの動画のその後が知りたい、
い。そんなリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの声を参考に過去の動画も有効活用しながらより良い動画を作っていきます。今回取り上げたセーファーフランのように政治的にセンシティブなテーマだと YouTube では話しきれない内容が多々あります。はらかんたの YouTube を見た後、もう一歩踏み込んで学んでみたい方、私が運営するオンラインサロンシナジーで一緒に勉強してみませんか？ミル戦や聞き戦での参加も構いません。少しでも興味のある方、ぜひ概要欄のリンクからホームページをご覧ください。普段私たちがアフリカの情報に触れる機会はほとんどありませんが、アフリカの視点から歴史や政治経済について考えてみると、これまでの世界観がガラッと変わるかもしれません。はらかんたのチャンネルでは主流のメディアでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。皆さんにとって新しい気づきになる、そんな動画をお届けしていきますので、これからも私と一緒に学んでくださる方、まだチャンネル登録がお済みでなければぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価を押していただけますと今後の動画作りの励みになります。ぜひ最後に一押し高評価ボタンでの応援もよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。